皆様、本日はオイストフォーラム2021にご参加いただきありがとうございます。本日の進行を務めます須田桃子です。ニュースピックスでサイエンス担当の副編集長をしております。この数年間、日本の研究力をテーマに取材してきたんですけれども、衰退の現状を目の当たりにするたびに何とかならないだろうかという思いが募っていました。今日はその打開策になるようなお話が、パネリストの皆様から伺えるのではないかなと期待しています。よろしくお願いいたします。かつてハイテク産業や材料分野で多くの革新的技術を生み出してきた日本ですが、世界各地で勃興した破壊的イノベーションによる産業構造の変革の中で過去20年間後塵を拝してきました。そんな日本が再び世界で存在感を示すために求められることは何か。かつてのように世界に誇る科学技術力を取り戻すには何が必要なのか。オイストフォーラムではこの解決策を模索するべく、総勢12人の各界のキーパーソンが集結し、オイスト主催、ニュースピックス共催で3日間にわたり凝縮した内容を短時間で議論してまいります。お時間の関係上、本日は皆様からの質問に直接お答えすることはできませんが、事前にお寄せいただいた質問を取り入れながら進めてまいります。ただリアルタイムのご感想やご意見もできる限り反映しながら進めていければと思いますので、チャット機能を使ってお気軽にお寄せください。チャット機能をご利用する際は必ず投稿する際の宛先をすべてのパネリストと参加者に変更してご投稿くださいますようお願いいたします。また本日は議論を可視化するグラフィックレコーディングを取り入れています。画面上で随時ご覧いただけますので、議論の流れをご理解いただく際の参考になれば幸いです。さて、本日 Day1 はサイエンス×ワールド、世界が日本を求める時代再び、新科学技術立国をテーマに進めてまいります。早速本日のプログラムをご紹介させていただきます。オイストフォーラム2021のオープニングとしまして、オイスト沖縄科学技術大学院大学のピーター・グルース学長よりビデオでのご挨拶を、その後慶應義塾大学環境情報学部教授、ヤフー株式会社 CSO 安高和人さんによるキーノートを、そして後半では引き続き安高さんと、ご覧のお二人の皆様に、パネリストにお迎えしてパネルディスカッションを行ってまいります。オイストフォーラム2021開会に先立ちまして、内閣府、河野太郎特命担当大臣よりビデオメッセージをいただいておりますのでご覧ください。沖縄担当大臣の河野太郎でございます。オイストフォーラム2021の開催にあたりご挨拶を申し上げます。オイストは沖縄において世界最高水準の教育研究を行うことにより、沖縄の振興及び自律的な発展、そして世界の科学技術の発展に寄与することがその設立目的とされています。沖縄への貢献に関しては、オイストが世界に開かれた中核的な教育研究機関となることにより、沖縄が多くの科学者の行き来する科学技術の情報発信、交流拠点になること、また沖縄にオイストを核として他の研究機関、ベンチャー企業などの集積拠点が形成されることが期待されています。そうした中、現在オイストにおいては世界中から優秀な教員や学生が集まり、先端分野における学際的な研究が進められています。設立からわずか10年足らずで、ネイチャーインデックス2019では、高品質な論文の輩出率で、なんと世界9位にランクインしており、若い大学ながら早くも日本、そして世界のアカデミア界を牽引するような存在に成長してきております。合わせてオイストは産学連携の取り組みも進められています。現在までにオイスト発ベンチャー企業が2社誕生しているほか、令和元年度にはオイスト初の
インキュベーション施設も完成し、オイストの研究シーズンをもとにスタートアップや企業との共同研究の促進が期待されています。現在世界では破壊的イノベーションが進展し、産業構造の変革が起きている時代にあります。その中で我が国における20年近くにも及ぶ研究力の低迷は、科学技術立国日本にとって国の将来を左右する深刻な事態となっており、政府としては若手研究者の育成にも力を入れています。オイストには国内外の第一線の研究者、優秀な学生を引きつけ、優れた研究環境と高い研究水準を誇るトップレベルの研究拠点となることで、この状況を打開する一翼を担ってほしいと考えております。さて、本日のオイストフォーラムは、アカデミア、ビジネス、イノベーションの最前線で活躍されている方々にご参加いただくと聞いています。科学技術の現状や課題、科学をビジネスにつなげる方策、世界的社会問題を科学でもっていかに解決するかなど、沖縄にあるオイストがどのように貢献できるかを含め、多角的、活発に議論が行われることを期待しています。今後もオイストが世界最高水準の教育研究を追求し、さまざまな取り組みを通じて世界の科学技術の発展と沖縄の振興に寄与していくことを強く期待し、私からのメッセージとさせていただきます。ありがとうございました。次にオイストのピーター・グルース学長よりビデオでご挨拶をさせていただきます。Good day, konnichiwa, and welcome to the OIST Forum 2021. My name is Peter Gruß, and I'm the president of the Okinawan Institute of Science and Technology. It gives me great pleasure to welcome all of you to the fourth OIST Forum. Now, every successful society needs a harmonious triad of politics representing the people, of science producing new knowledge, and industry that translates that knowledge into products and into money. And I'm very happy to note that in our forum, all three parties are well represented. First, I'd like to thank the Minister, Taro Kono, who you have just heard, representing politics, for his encouraging words, not just for OIST, but also for science as a whole, and for supporting the role science has to play in the development of a country. I'm also very happy to note that we have great scientists and great people from industry in our workshop. Now, what I like to point out is that OIST is committed not just to excellent research, excellent education, but in particular also to the development of Okinawa. Now, development of Okinawa means that we have to make use of our intellectual property, of the patents that are being written at OIST, in order to find a way to translate this patent into something that is useful for our society. Now, this is being done at OIST in our TDIC, the Technology Transfer Unit, and that Technology Transfer Unit has a large number of cases where we have done a proof of concept, a proof of principle translations that have led to startups. By now, I would say we have about 15 startups that come out of OIST. But that cannot be all. Because if one wants to foster a high-tech industry in Okinawa, OIST can be
the intellectual center, the core, but we have to bring in on top of this additional funding from venture capital and also the respective place which can house our industry corporations, be it startups or be it cooperation with large companies like Hitachi, for example. So, having said that, we are currently planning ahead and looking at the campus right next to OIST that should be dedicated to an industry and innovation park, which we want to use for the settlement of new high-tech companies that will work in Okinawa and diversify the industrial base that now is very much dependent on the tourism industry. And you know very well that this is a vulnerable industry, particularly at the COVID times. So with all this in mind, I think this is a very timely meeting. It's a meeting that will help OIST, and I wish all of you, all of the three parties, coming from politics, coming from science, and coming from industry, to have an efficient and a productive exchange of opinion, hoping, of course, for some concrete results that can help us to process our plans for the North Campus and for the establishment of high-tech industry in Okinawa. Thank you very much. ありがとうございました。それではキーノートに移らせていただきます。ご登壇いただきますのは慶應義塾大学環境情報学部教授、ヤフー株式会社 CSO 安高和人さんです。なおここからのプログラムは議論を可視化するグラフィックレコーディングも合わせてお届けします。それでは安高さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、安高です。オイストフォーラムというこの素晴らしい場にお声掛けいただきありがとうございます。ちょっと何か一発最初に打ち込んでほしいということでやってきました。新日本という本をちょうど1年ぐらい前に出して、ちょうど実はここで落合陽一さんとも話したんですけども、ここの問題意識をちょっとシェアしたいと思います。最初なんでですね、日本の科学技術はかつて極めて高くですね、ここで今一緒に登壇させていただいている梶田先生のノーベル賞もはじめですね、世界的であったと、今も高い部分は高いんですが、あまり知られてない事実を直視したいんですけども、実はですね、日本国の科学技術分野の論文数はインドに2016年にインドですよに負けまして、中国に抜かれたのは2003年です。2003から4年で、中国は今米国を抜いて論文数だけでは米国を抜いて1位です。という状況で、主要なですねサイテーションの多い論文の立ち位置でもですね、韓国に並ばれるくらいのところまで来てます。韓国は5000万しかいないですし、少子化は日本よりひどい国です。しかもパーキャピタ GDP はもちろん日本の方がずっと高いんで、かなり豊かな国でちっちゃい国に負けてるってなんか残念なことではあります。別に韓国を歩いてて規模がそもそも人口で 2.5 倍のアドバンテージがあるのにこうなるってことがおかしいということです。では我々の誇るですね東大京大というですね2大リサーチユニバーシティがあるわけですけども、つい15年ぐらいまで日本におけるですねこの2大トップ大学っていうのは特に東大はもうアジアでは敵なしだったわけですが、今こうやって見ていただける通りですね、ランキングでは香港科技大にも負けるというちょっと若干目を疑うような状況にありまして、京都大学に至ってはですねソウル大学に並ばれるあるいは若干で負けているというようなランキング状態ではなっています。で今世の中を変えててビッグデータ系の技術においてはですねほとんど海外勢が占めてますし、そこの中でもですねそれを利活用して極めて世界的にインパクトをもたらして深層学習系の技術っていうのは軒並み海外、特に北米と中国等のところに才能が集結しています。論文数でもこんな感じで、日本はこのわーっといるところの一つです。でもともとですね我々が強かった学術分野は相変わらず実は
そんなに弱くないです実は本当のこと言うと。ただここを見てほしいんです。計算機科学だけ見るとですね、ランキング1位の東大ですら135位というちょっと目を疑うような状況で、日本のフラッグシップでもこうだということです。なのでやっぱ R&D 的にですね、相対的な国力が衰退したということは認めざるを得ないと。でも片や今どういう状態かっていうと、テスラがですね、この間の7月トヨタを抜き去って、企業価値ナンバーワンの車会社になって、今70兆円ぐらいで実は世界のトップ8ぐらいにいて、トヨタの3倍以上の企業価値を持っています。これは我々としてはですねショック以外何者でもないと、我々の大好きかつ誇るトヨタがこうなるって、別にトヨタが負けてるわけじゃないです。正確に言うと生産台数だとか売上とか利益であれば圧倒的に勝ってるんですけど、こうなってる。これ何が起きてるかってことなんですよね。スケールが全然違うのにこういうことが起きてしまうっていうのは、結局今まではでかければよかった時代が新しい技術を使ってですね、より良い未来みたいなものを生み出せるかどうかっていうのが圧倒的に重要になっていて、こういう系の技術を使ったプレイヤーがどこまで出てくるかっていう話で、これは科学技術ベースそのものの話ではないですが、そこがない、そこの強みがないことが明らかにですね負に働いているっていうことは否定できないんじゃないかなと思います。実際にデータや AI がですねこれだけパワーを持っているということでですね。それでこれデータと AI っていうのはそのすごいインパクトありますけど、実はものづくり、日本が誇るものづくりにおいてもですね、モレキュラーマシーンがついですね4年余り前にですねノーベル化学賞が出てたりしますし、だからものづくりとは目に見えない領域に突入してたりします。かたやですね、生命科学の我々の70年ぐらいの発見の分かっていることは、結局生命体っていうのはデジタル情報であるということです。これをアナログに変換しているというのは生物学の発見だったわけです。で、私もかつて毎日のように DNA 組み換えた時代がありますけれども、それは本当に驚くべきことです。デジタル情報の組み換えによって生命の働きが分かると。でなのでこういうですねデザイナーベイビーみたいなものが現れてきていたりして、ここでこういった変化を起こす力っていうのは明らかに我々が夢を描くものをどうやって形にするかの力であって、すごく大きい変化だと思います。あともう一個ですね、見逃せないのは経済イノベーションの重心が動いてるっていう話で、それは世界的に見てもですね、世界の重心というのは急激にもともと世界の中心であった中国とインドに戻ってきているということです。歴史的なスピードで戻っていると、そういう意味ではですね、米国と極めて強い同盟国であり、中国の隣にいる日本というのは非常に有利な立ち位置なんですけれども、これをどう考えるのかという話はあると思います。世界語に中国語が入ってくることはほぼ自明であって、中国は非常なスピードでAI 等をですねレバレッジしたリアルゲームで勝てない分野は全部こちら側でひっくり返そうってことをやってて、こういうですね時速500-600キロのリニアモーターカーが普通に配備されているという状態です。インドはインドでですねものすごい勢いで開発が進んでいって、道の上に道作っててビル建ててて1階ができたらもう人が入り始めるような街があったりします。こういうすごい変化の時なわけです。じゃあここでどういう人が必要になるかということについて私の基礎的な見解を述べたいですけれども、それはやっぱり今までの出かければいい時代が終わってしまったということを認めざるを得ないことを考えると、やっぱり新しい刷新を起こす人であり、ゼロトゥーワン的な変なものを未来を面白いものを作るという人であって、それは要は技術を使ってですね夢なり課題を解いてそれをパッケージングしていく力だと思います。そういうことを考えるとですね、競争型の人材っていうよりも新しいことを目指す人であり、いろんなことをつなぎ合わせて仕掛ける人でありですね、それを相談できる人がいるということが必要で、こういったことをですね、実質的に体現しているという意味でオイストの偉大な成功があるんじゃないかと思っています。こういうできた社会を回す人も大事で、人口的に言ったら圧倒的な多数はこれだと思いますけれども、何%でもいいからですねこう変える人が必要で、あるということ、これは一つ。人材像的に言うともう一個データ AI 文脈的にはですね、データや AI の力を解き放ている人と解き放てない人の戦いになることはほとんど自明であって、この話もあると思います。なのでここは新しいリテラシー読み書きそろばんの一種に入ったという見解で、そういったことでもう全大学生にやった方がいいんじゃないかということは相当突き上げというか働きかけをやってきた結果、全800大学でデータサイエンスあるいは推理データサイエンス AI 教育をやることに決まりまして、
今私認定制度の副座長なんですけど、今一生懸命仕組みを作っていってますが、こういう状態です。ただ今の現状はこのサイエンスエンジニアリングビジネス力っていうようなことをデータサイエンス協会で整理してるんですが、こちらがスキル定義委員長は私なんですけども、なんかマッチポンプいなくて申し訳ないんですが、全部やってます。エンジニアも足りないですし、そもそもこの新しいタイプの技術を実装する人材も足りてないですし、ハイエンドのですね情報科学者あるいはですねハイエンドのエンジニアの数も極めて少ないという状況で、こういうテックギークたちがですね世界を変えていっている時に我々としては忸怩たる状態にあります。どんどんですねあらゆる領域が変わっていくところで掛け算的な生き物が必要なんですが、いないっていう意味で我々ハード系の技術は極めて強いですから、要は片翼状態にあって、これをどう考えるかっていうところが一つあると思います。そういう意味ではですねこういう分野別に立って学問があるんですけども、プログラムは横断的にやった方がいいんじゃないかっていうのが思うことの一つです。人材育成モデルっていうのはそもそもやばい人を生み出すということであり、それを変えるっていう意味でかなり激変がいるんじゃないかと思っています。で日本の伸びしろについても述べないと多分この議論としては足りないと思って、そこもちょっと触れたいんですけども、一つはですね割と分かりやすい話があって、理工系の学生は足りないんですよ、この国っていうのはですね。でここにいらっしゃるか、この話を聞かれている人は分かんないですが、宮廷大とかですね早慶みたいないわゆるリサーチユニバーシティ出身の人が多いと思うんで、ちょっとピンとこないかもしれないですが、日本を鳴らしてみるとですね圧倒的に理工系の学生は少ないです。でアナリティカルな訓練を受けた人間の数も割合も超少なくてですね、片やですねもう十何年前にはですねアメリカのリサーチユニバーシティではアンダーグラジュエット段階でもコンピュータサイエンスだとか情報科学ってのはもうデフォルト的にやってるのが普通になっちゃっていて、片やそうじゃない状態の我々の大学生っていうのが将来になっていくという意味で、非常にですね高い数理素養を15歳ぐらいまでは持っているわけです、日本国は。なのにやめてしまうんで、武器を持たずに世の中に出てくるということは起きています。ちょっとこの辺ちょっと割愛しますが、サイエンス素養も基本的には足りてない人が非常に多くて、例えばですねサイエンティックアメリカンというアメリカだったらどこのニューススタンドにも売ってる雑誌がありますが、それの翻訳版が日経サイエンスです。ですがこの日経サイエンス一つとってもですね、例えば東大の赤門前のコンビニにすら売ってないです。だから多分ねこういったことを読めるような人が足りてないんですよ。ということで、この話は一つあると思います。もう一個大きい伸びしろとしてはですね、解き放たれてない才能があるということです。一つは貧困層の増大問題で、これはものすごい優しい問題、3分の1ぐらいの家庭が金融資産がないという驚くべき状態に陥っていて、30年前とはもう逆転しちゃってるんですね。ほとんどいなかったわけです。というのが一つと、あとは女性の解き放しが極めて悪いということです。日本は家電立国なので非常に家事労働時間短いんですが、相和としては浮いた時間は全て男性の労働に回ってて、男性はフランスとかイタリアの倍働いているという、もうなんだかよく分かんない悪循環が二重に起きているというのが一つで、こんだけしか働いてないイタリアはこのような美しい空間を作っていることを考えると、もう重々反省すべきだと思います。また女性がいまだに高等教育の割合でですね2割もいってないというのはとんでもない話であって、この多様性がないことがおそらく何か面白いことを生み出す人が足りてない一つの背景であることはほぼ確実だと思います。アメリカはですね、アイビーリーグってのはもともと全寮制だったんで、コーネルを除いて男子校だったわけですが、コーエデュケーションというのが始まって、コーエデュが始まってから一気に入れて、今はちょうどですね2000年になるかならないかの時にほとんどトップ校はパリティを実現して、パリティは50対50を実現しています。むしろ男性より女性の方が多いというのが今普通になっていて、この才能と情熱の問題は大きいと思います。で私がいろいろ出て政府の会議とか出てもですね、やっぱりワイルドかつ面白かつ生産的な議論される人は正直ベースで7割以上女性です。これはもう事実だから、やっぱり女性を増やすことは極めて重大だという見解です。なおかつ人に投資している割合も全然 GDP 比で足りてなくて、ここの浮いてる部分がですねおそらく残業代になってるっていうのが恐ろしい実態でして、残業代なんか払ってる暇あったら人を育てろという話があってですね、明らかじゃないですかこれは。ということで、この才能と情熱ですね、貧困層と女性っていうのが極めて、あとシニア層もいるんですが、ちょっと科学技術の筋では別なんで割愛したいと思います。で3つ目の大きい伸びしろはお金です。
でアメリカの R&D 予算が極めて巨額だっていうのは皆さんご存知だと思いますけれども、でトランプ大統領になった時にああいう感じのですね非常にユニークな方なんで激減すると思ってたんですが、実際には爆増しまして、まあ多分ですね彼は分かりやすい思想をされてるんでこの数字を見てたんだと思うんですよね。つまりですね米国が名目ですらですね中国に R&D 投資で負けるっていうのはちょっと許せないということで、ちょっとオバマ政権でポキッと落ちてたやつはバキッとですねポーンと跳ね上げ直したわけです。かたや日本は長期的に削るという驚くべきトレンドの中でちょっと戻すとかっていうような感じで話にならないというか国力に比してないわけですね。これ GDP 比に全然合ってないという驚くべき状態なのに、まあなんていうか歪んだ発表とかも行われていて、でも片やですね国のリエティっていうところあるんですけれども、これ経産省の外郭の経済研究所ですが、リエティのデータ見てもですね明らかに人を育てるということや研究開発費みたいなことっていうのは劇的に効くことが分かっててですね、経済成長にもやった方がいいんですよ。で論文数とも基本的には完全相関してます。でも片やですね高等教育機関に突っ込まれているお金っていうのを大学別人単位で見ると東大京大というフラッグシップであってもですねアメリカのトップ大学と比べると3分の1とか4分の1、場合によっては5分の1という状態で、しかもですね人件費率は少ない、要はですねもともと少ない予算で給料も払わない、スタッフも雇えないという驚くべき状態で、実は私の先生もですねNIU のフルプロフェッサーだった方が日本に戻られて、東大の教授やられてたんですけど日本帰ってきたら雑務が多すぎて仕事にならない、しかもあらゆる委員会に呼び出されて何も研究ができないって言って、非常に心痛められてました。で現場ではですね、非常な切実な悲鳴が上がってて、このリサーチユニバーシティの先生方からもですねトナーも買えないとか、理論物理の先生がボールペンも買えないと、ボールペン買えなくて理論物理ってどうやってやるのかとかちょっとよく分かんないんですけど国研の所長からはですね国立大学終わりですとかいう話を聞いたりですね、実際給料を見るとですね世界的にはハイエンドリサーチャーの取り合いっていうのは起きていて、アメリカと日本っていうのはもともと7掛け8掛けぐらいの差だったやつが今倍ぐらいの差になっています。またですね情報系の国権、この当然ですねデータ AI の時代においては極めて重大なわけで、予算爆増していると思うと実は減ってます。私はこれらの情報系国権の計評議員なんで見てびっくりしてですね、機構長に許諾を得て出しています。でまたですね未来のリサーチャーっていうのは要は PhD 学生から生まれるわけですが、基本主要な国家においてはですね中国とかも含めて普通はいわゆる研究大学と言われているところであれば PhD 取るのには金かかんないです。生活費も出るのが普通と。日本はですね学進というのがありますけど、あれ年間1800人で毎年ですね1万5,000人 PhD 学生が生まれることを考えると、これはもう 15% に過ぎず基本的にはもうもらえない。しかももらうとですねバイトするなということになってまして、要は干上がるという驚くべき状態で、もらわない方が豊かという意味わかんない状態です。それは豊かというのは言い過ぎですけど、そういう状況です。でだからこういうですねリサーチャーの数、母体になるですね博士号の数が減るという謎のトレンドにあって、フランスとか韓国って日本よりはるかに少ない人口ですよね。でもそういう時にも並ばれるという状況にあります。はい。でまたですね大きいですねプロジェクトを通じて多くのトップレベルの研究者が育っていくわけですが、グランドチャレンジはいっぱい日本はもともとやってたんですけど、バブル後の不景気で止めちゃったんですよね一旦。でそれで15年ぐらい止めて、これどうすんだぐらいのこの辺騒いでたら、この人工知能技術戦略会議、今人工知能会議ですね AI 戦略会議かなになっているものです。これができたんですけども、でも足りてないです。だから日本はすごく偉大な国家なんですけども十分に捜査突っ込めてないのは事実であって、どうするのかっていう話だと思います。なので基本としてはですねちょっとこの辺ちょっと割愛しますがこれちょっと初等教育系の問題なんで、まずですね基礎予算を削るのはやっぱりやめなくちゃいけないということと、才能がですね国外にだんだん流出していっているということで、世界水準の待遇をすべきであって、おそらくオイスターはこれを実行されているんだと思いますが、
あとですね、自立型の R&D 人材を十分に養成するっていうのはやっぱり重大であって、それは要は PhD なんで、これをちゃんと育てられるようにするということ。またですね、誤作動を見にくい状態にする必要があると。今の日本国の官僚制度は基本的にはですね、法律経済系の方々がほぼ全てでして、文部科学省の新人官僚とか見てもですね、PhD の方はほぼゼロに近いです。こういう状態ではなくてですね、少なくとも文科系の方だと半分ぐらいはですね PhD 持ってても僕はいいと思いますし、実際 OECD のですね新人官僚を私の世界で見てると、少なくとも半分は PhD、 おそらく8割近くが PhD だと見受けられます。国際公務員はそうなんですね。だから日本も別に IQ レベルでは全然負けてるとは思いませんが、要は訓練が足りてないんでした方がいいんじゃないかなということです。あとですね、今のこういう新しい技術があらゆる分野を刷新していることを考えると、横断型のプロジェクトをいっぱい増やした方がいいと思いますし、リーダー数を増やすためにもですね、国家プロジェクトは作った方がいいと思います。あとですね、選択と集中っていうのが、経営ではですね、不景気の時に要はやばい時は腕を切りましょう、タコの腕切り理論なんですが、これは研究開発によっては全く逆なので、これ聞かれてる方の多くはご存知の通り、新しい学術分野って要は研究分野の掛け算みたいなところから生まれてくるんで、減りというかですね、基本的には多様性、と創発をどのように創発性新しく生まれてくる動きをですね、これが重大だと思います。あとはやっぱ金が足りないということで、何らかの金が必要だという話をしてきました。この話は今ちょっとしますが、実は前進んでまして、よくね、アメリカの研究大学を支えてるのは企業の金だみたいな議論があるんですが、もうデータ見たら明らかに分かる通り、企業の金じゃないんですよ。このグラントっていうのも国の金ですし、寄付は財団とかです。ハーバード・ヒューズとかそういうところとか、あるいはゲイツ財団とかそういうやつです。で、何より大きいのはこれですよ。巨大な運用益から出てて、これは一人学生あたり億円を超える基金をですね回してるんですね。その基金額は東京大学をその2015年段階で最近ちょっと調べてないんで分かんないですけど、1とすると300倍700倍という状態で、京都大学はどれだけ調べてもこの時分からなくて NA になってるんですが、その後ですね、元総長の松本先生に、僕は理化学研究所の仕事も実はちょっとやってるんで直接お聞きしたところ、いやないんだよと。ないということです。日本の誇るですね、おそらくアジアで最も自然関係のノーベル賞を出したと推定される京都大学は持ってないそうです。で片やですね MIT やブラックストーンの創業者がいきなり1ビリオンもコミットしてですね立ち上がるみたいなことで、やっぱりベースの金がないと安定しないということです。で日本の寄付っていうのは東京大学の場合見てみた通り分かる通り、これほとんど基本会社です。でも世界のトップ大学は基本的な卒業生か親がですね愛で金払ってんですっていうか感謝を返してんです。この愛の循環が起きてないということと、あと研究開発委託でかなりの国権が大学に委託されて相当の金が流れているということを考えると、全く別のですね金の循環を起こす必要があって、これが結構鍵なんじゃないかと思っています。なので、人の像を変えるということと金をちゃんと入れるということが2大ポイントだと思ってます。ということを考えると財源をしっかり作った方がいいんじゃないんですかということをこの 3,4 年言ってたところ、これは無事立ち上がることが決まりまして、とりあえず今年 4.5 兆円入って数年以内に10兆円の基金になることになりまして、これは本当に大変にめでたいんですけれどもこれはですね、国家100年の経験のやつなんで即効性はないです。時間は非常にかかるということで、いう感じです。はい。でなんでですねこんな金突っ込めないかっていうのはですね、ちょっとここで議論する話じゃないかもしれないんですけど、一応簡単な背景だけ言って終わりにしますけれども、まだ時間があるみたいですが、僕は議論に回した方がいいと思うんで、国家としての PL っていうのはこういうのをよく見てると思うんですよ。100兆円のうちこういう社会保障費30兆、地方交付金こうやって残高借金を払って普通の予算が4分の1で、この絵からして驚くべき絵ですけど、このうち国家予算のうち国防費っていうか防衛費を抜くと20兆ぐらいになっちゃうんですが、これ残念な絵ですよね。ですがこれは正しくないっていうか正しい像は多分これで。実際には社会保険料も合わせる世の中を見るべきであって、これも税金の一種なんで、税金の一種みたいなもんなんでですね、合わせると170兆ぐらいのうち120兆ぐらいが実際には社会保障費で、これを国家で補填してるって言ったのが多分正しいと思います。だからここが爆発的にでかくてですね、しかも毎年1兆円とか伸びていくんで、
未来に突っ込めないという状態です。はい、でこの国防費の5兆円っていうのは私の見解ではミニマムです。中国はもう30兆超しててアメリカ80兆で、日本国の自衛隊の皆さんが25万人しかいないんですけど一桁違うんで米中はですねでも25万人の方に普通の給料をミニマムに近い給料を払うとそのうちの半分ぐらい吹っ飛んじゃうんでやっぱ足りないです。なのでこれはこのようにひたすらこれらの増大が食い潰してきて我々未来突っ込めないんで何とかしなきゃいけないというのが基本線です。だから巨大なレガシーコストが働いて、私の親もいるんで、非常に我々の恩人が揃っててもう本当に大事な方々なんだけど、ほんのちょっとでいいんでこのうちの 1,2% か 2,3% でいいから未来に突っ込めると未来変わるんじゃないかということを思ってまして、国ってのは一つの家族みたいなもんじゃないですか。だからそこを考えて変えていきましょうよというのが私の問題意識です。一旦最初の投げ込みとしては以上です。ありがとうございました。チャット、はいはいはい。高さんありがとうございました。はい、高さんの書かれた新日本、私も読ませていただいたんですけれども、こちらの本の本当にエッセンス、一番重要な部分を凝縮したような貴重なご講演でした。今視聴者の皆様にはグラフィックレコーディングの図版が見えていますでしょうか。これ緑いんですか。そうです。ああ、そう。OK。了解です。はい、消えちゃった。ですね、すいません、私のところで見えない。はい、最初に日本の科学技術、アカデミアだけではなくて産業界も含めて相対的に衰退しつつあるという厳しい現状をお示しいただいて、その後ですね、その背景要因ですね、非常に私自身も取材していてもう本当に腑に落ちるといいますか、そういった内容を分析に基づいてデータに基づいて一つ一つお話しいただきました。はい、で特にですねその多様性が大事である、創発を増やしていくっていうところ、選択と集中よりもそちらが大事なんだというメッセージは個人的にとても響きまして、というのは日本がこの10年くらいですね進めてきたのがまさに選択と集中だったわけなんですね。これについては後ほどパネルディスカッションの中でももうお二方と一緒に議論を進めてまいりたいと思います。はい。はい、高さんはい、今ご講演終わったばっかりですけれども、はいすごく密度の濃いご講演だったんですが、お話しされていかがでしたか。いや話変わった僕はこういうことをずっとぶち込んでる人なんで、なんすかね、割と正面から見るとやるべきことはクリアでやった方がいいんじゃないかと思いますけどね。もうある意味課題は見えてるわけですよね。僕には見えてると思います。ただ納得される人が少ないから進まないんで、例えば先ほどのジェンダーパリティですね、はい、これは僕はやっただけで、国力上がるっていう一番1円もかかんない最短のプロジェクトなんですけど、もうそこに人材がいるわけですもんね。はい、はっきり言ってこれただでできるとんでもないプロジェクトで、すぐやった方がいいんですよ。でもこれは僕はシスティとかでも議論してますけど、久能先生もいらっしゃるので議論してるんだけど刺さんないんですよ誰に刺さらないんですか全般論として1点で人を取るっていうことが正義みたいな意味わかんない話になっていて、でもね冷静に考えると男女の IQ 差なんかあるわけがないんで、
要はね男性にフェイバーな試験をやってるだけなんですよ今の試験ってのは。だからガタガタ言わず僕は高校まで、男女っていうのは割り付けてやってるわけですから、はい、割り付けろですよこの本当のこと言うと。そうですね。だからもうでアメリカ2000年までに達成したわけです。だから今から20年かかると40年遅れ、今から10年かかると30年遅れです。ただ完全パリティになるようにビーって線引いてこれをオーバーシュートしたらそれは OK でアンダーシュートしてる時はグッと上げるっていう形でやるだけで実は結構良くなると思いますね。あと必要な R&D の費用っていうのはちょっと今日今出さなかったですけど追加費用は数兆円程度なんですよ実は。実は年間でいうとだから120兆の社会保障予算をぶった切れってレベルじゃないんですね。スーパーであればどう考えたって経営努力でなんとかなる。はい、そんな普通に僕はビジネスサイドにもいる人間なんで10%15% 削るのは結構きついです。そうでしょうね、今まで受けてたサービスが受けられなくなっちゃうみたいな、大変なことなんです。数パーセントだったら多分質を保つもしくは向上しつつだってできるはずです。なので、僕は十分やれる範囲であるしだってそのおじいちゃんやおばあちゃん僕もいつかじいちゃんおばあちゃんになりますけどでも自分の子や孫の世代が滅ぶことを期待しているわけではないわけで。そうですよね。だからそれはね、メイクセンスな範囲なんですよ。だからサービスの質は一切ほぼ落とさずに多分できるはずです。上費を削るなりあれなんかの生産性をうまく上げれば。あと男女比に関してはよく数値目標を掲げる掲げないみたいな議論がずっとあってなかなか進まないですけど、ここは僕実はすごいデータ持ってるんですけど、映してもいいんですけどぜひぜひ映してこれ多分ほとんどの人は見たことないデータを見せます。これ映していただくことできますか？はい大丈夫みたいです。ちょっと今いやいいですよ。もういいです。とても面白いデータなんですけど今映してもらっていいですか？これで男女共同参画学協会連絡会という女性のアカデミアのすごいシニアな先生方が集まってあらゆる学問分野で、何が起きてるかっていうやつを研究されて提言されている立派な先生方なんですがちょっと一旦議論に入りまして呼んでもらってですね、一体なんでこうなっちゃってるのか僕はファネル分析をしてほしいとビジネスでやるところのですね入り口がどこで落ちてってんのかしっかり見ないと話は分かんないと。でまず一番大学の先生を生み出す東大そして他の宮廷大見てもらったんですがこれ東大なんですけど見た通りですね、例えば学部と修士とか修士と博士は実は女子の方が多いんです。ですかね、中高は変わんない当たり前だけど、で助教から講師とか講師と教授とかだったら男性の方が明らかに有利というか多いです、でもねほとんどの差ってどっからついてるかってもう明らかに入学段階なんですよ。ここで1対4だからこんなことが起きてるんですでしょ。だから学部の入学段階のパリティを触らないことにはですね、教授でとかのここの差は埋まらないです実は。ここが一番大きいんです。最初のところで少なくなっちゃってるんですね。そうです。これどうしてこんなことが起きてるんですかね。私自身理系の出身なので特にそういう女性だから物理をやらない方がいいのかなとか全く考えずに入ってしまってでも入ってみたら確かに60人ぐらいの男子学生の中で女性私含め5人しかいなかったんですよ。それ悪くないですよ。私の知り合いのね東工大情報系出身の学生のある女性に聞いたら50対1だったって言ってました。もう姫で一度もカバン持たなくてよかったって言ってたけどでもそういう問題じゃないですよね。そうですね。はっきり言ってあんまり羨ましくないですね。怖いです僕自分が女性だったらそんな男しかいないとこ行くの。怖いっていうかやっぱりそうですよね。研究室に入ってからそれこそ本当一人きりになってしまったので、なかなか発言のしづらさとかを感じる時も、自立上ありましたよね。ということで、議論はそうですね。また引き続き先生方に入っていただきパネルの方で、続けたいと思います。高高さんありがとうございました。はい、そ
それではですね、これより2分間程度場面転換を行ってまいります。このお時間を用いて、本日のテーマサイエンス×ワールドに沿ったOISTについて、簡単にご紹介をさせていただきます。私は今回のフォーラムに先立ちましてグルース学長にインタビューをさせていただきました。OISTは冒頭でもご紹介あったかと思うんですけれども、2019年の6月ネイチャーインデックスの質の高い論文ランキングで東京大学を抑えて世界9位に入ったんですね。で国内外から注目を集めたんですけれども、このOISTの高い研究力を支える要素をグルース学長に伺ったところ、こんなお答えをいただきました。一つは研究員の質の高さですね。OISTでは世界中からベストな研究者を選んでいますと。で日本人に絞り込むと、1億2600万人から選ぶわけですが、我々は80億人から選んでいますっていうお話でした。で、最近はOISTの名前が国内外で知られるようになって、人気も高まっているということで、昨年は世界トップクラスの1544名から、1% 程度の18名だけを採用したと。まさにベストオブベストであるというお話でした。で2つ目が安定した研究資金です。これが先ほどのあたかさんの話とも通ずるところかなと思うんですけれども、やっぱり安定した研究資金っていうのが、精神安定上ももう研究者にはやっぱり欠かせないんですね。で、5年ごとの審査があるわけですが、その間安定した資金を提供しています。OISTから研究者に直接提供しているので、外部の競争的研究資金を頑張って取らなくてもそれなりの研究資金が得られるということですね。で3つ目が、研究者に対する厳しい評価体制です。やはり元を正せば国民の税金から予算が出ているということを、OISTの学長をはじめ、皆さんすごく意識をしていて、で5年ごとに外部の審査員も入って研究が進んでいるか、うまく進んでいるかという進捗などを評価をすると。でその評価が悪ければ研究をストップして、つまり研究資金をそこでストップして、最悪の場合は退職いただくというようなこともあるということでした。で実際に今写真でOISTのいろんな場面をご覧いただいてますけれども、私自身ちょっと前になるんですが、2015年の8月にOISTを訪問させていただきました。もう本当に一番の印象は、ここは日本じゃないのかな、日本じゃないなっていうくらいにすごくパッと見でも多様性がある、国際色豊かであるっていうことですね。で今では私が訪問した時よりもずっと多様性という意味では増していて、学生の8割が外国人で、教員の 60% 以上が外国人であると。でもう一つは、こういった人材の多様性というところだけではなくて、OISTには実は普通の大学にある何々学部とか何々学科っていうのがないんですね。でよく日本の大学は同じ学科の中でも研究室ごとに全く交流がないタコツバ化しやすいみたいなことがよく言われるんですけれども、そういったもともと学部も学科もないので、専門分野の垣根を越えた、議論が常に起きているということでした。で実際にそのOISTの中ってとても開放的な建物の作りになっていて、そこかしこにいろんな人が集って気軽にざっくばらんにお話ができる、会話ができるっていう環境が整っています。で窓から海が見えてとっても開放的ですし、そういったところで本当に日常的にフランクに共同研究の話も始まったりするというお話で、とてもいいなと思いました。でなぜこういった本当に独自の自由な空間が作れているかといいますと、日本の多くの普通の大学と違ってOISTは沖縄振興予算という特別な予算の一部を充てて、開設されて運営をされているわけですね。ということでもともと文部科学省の予算ではないということで、一番最初のところから、世界中から一流の研究者が集まって、研究にとって一番いい環境は何かということを徹底的に議論して、自由度高く設計できたというところで、これは何というか、日本のその大学も本来はそうあってほしいなと願うところですし、ただこういう環境を作ってこういうふうに研究予算をつけていくとちゃんと優れた成果が出るんだということをOISTはまさに示しているのかなということで、日本の大学の予算
日本の文部科学省予算の使い道にも大きな示唆を与えてくれるあり方かなというふうに思います。はい、それではパネルディスカッションの準備が整ったようです。改めてご登壇者の皆様をご紹介いたします。東京大学宇宙船研究所所長梶田孝明さんです。本日はリモートでのご出演となります。はい、よろしくお願いします。続きまして、京都大学理事兼、京都大学大学院総合生存学館特任教授久能幸子さんです。久能さんも本日はアメリカのワシントン DC からリモートでご出演いただいております。そしてキーノートに引き続きあたかさんにもパネリストとしてご参加いただきます。よろしくお願いいたします。モデレーターは私須田が務めさせていただきます。それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。まず最初にですね、このパネルディスカッションから加わっていただいたお二人にそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。では最初にまず梶田さんお願いできますでしょうか。はい、わかりました。スライドはそちらで出すんですかね。そうですね。ちょっとはい、今出ました。はい。梶田先生いらなくないですか。一応1ページだけです。そんな時間取らないです。ですね、一応私研究者生活っていうのは1981年に修士入学してから始めてます。したがって今年で40年ですけども、最初の約15年間は神尾関出という岐阜県飛騨市の鉱山の地下1000メートルの実験施設で、ニュートンへの研究をやってました。その後1996年から、スーパー神尾関出の実験に引き継いで、続けてニュートンへの研究をやり、で主にその研究は2008年頃までで一区切りつけさせてもらって、その後は同じ、神岡の山の中ですけども、神楽という重力波の、観測装置の建設をやってきました。これ2010年に建設始めて、一応ですね去年観測ちょっとやろうと思ったんですけども、コロナウイルスの関係で、ほとんど科学的にはあんまり意味あることはできませんで、これから本格的に重力波天文学をこの装置でやっていきたいというふうに思っています。こんな感じでですね、岐阜県の飛騨市の山の中で40年間基礎科学研究をやってきました。本日よろしくお願いします。ありがとうございます。ご紹介するまでもないんですけれども、梶田さんは、ニュートリノ、素粒子の一種ですね、ニュートリノにわずかながら質量があるということを発見した功績で2015年にノーベル物理学賞を受賞されています。まさに日本が世界に誇る物理学者でいらっしゃいます。また現在は日本学術会議の会長も務めておられます。今日はぜひノーベル賞級の研究というのがどういった環境で生まれるのか、あと科学者にとっての研究の原動力は何かといったところをお話しいただければなと思っております。次に久能幸子さんお願いいたします。はい、久能幸子です。今日はお招きいただきましてありがとうございます。須田さんとも、お目にかかれて嬉しいですし、梶田さん、それからあたかさんといつもお世話になっております。私は26年前ぐらいですね、もうアメリカに移住をしておりまして、アメリカが本拠地なんですけれども、久しぶりに日本のことを勉強したり知ったりっていう機会が3、4年できましたので、それを元にお話今日できればと思います。実はドクター取ったのが1983年で、工学部だったもんですから、1000人の中の6人という女性の非常に過酷な世界だったんですが、幸いなことにドクターを取りまして、でその時ですね、日本は実はですね、日本は応用では強いけれども独創的な研究が少ないということがですね、非常に問題意識がありまして、エラトーというのができたところだったんですね、JST の。
でそこに入りまして、で皆さんとにかくディスラプティブな研究をするんだということで、非常に私にとってもいいエコシステムでした。ですからそれを今でも思い出しながらやっているという感じです。でそれがアカデミックな研究者になろうと思ってたんですけど、たまたまいろんなご縁で、創薬をすると、薬を開発すると、いわゆる最初の01のところからですね、最後薬が患者さんに届くというところまでを非常に幸運なことに2回日本とアメリカでやることができまして、2つの薬を合わせますと1兆円の売り上げとなって、そういう意味では非常に大きな成功ですし、私もサイエンティストとしてスタートして、こういう幸運があったということを非常に嬉しくも思っております。で2012年に会社をステップダウンしたときに、どうしてこういう幸運が起こるんだろうかと、私の力ではないというのは明らかに分かっていましたので、なぜこういう幸運が起こるんだろうかということをですね、ちょっと研究をしたいかなと、若い方にも聞かれて、調べ始めたら、例えばセルフエフィカシーという、自己効力感であったり、セレンディピティであったり、あるいはライトスイング、ライトタイム、ライトプレイスといいまして、その3つが合わさったときに、大きな、ことができるというようなことがだんだん分かってきまして、でそれを実際にプルーフ・オブ・コンセプトしたいなと思って、2013年からですね、ワシントンでハルシオンというソーシャルベンチャーのための、インキュベーターシステムを施設を運営しています。そしてから日本に帰る機会がちょっとありましたので、2019年からは京都でフェニクシー・トベルというですね、大企業に在籍したままの方を来ていただくインキュベーターを運営しているというところです。で今の私の問題意識、ほとんどあたかさんがなんていうかデータもつけて、発表してくださったので、もうほとんどないんですけれども、ちょっと、スライドを用意したので、じゃあお願いいたします。最初の方の1枚目からお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね。ここで今日お話ししたいなと思っていることは、21世紀というのは基本的にわからない世界に入ってきているということを少し考えた方がいいと思ってるんですけども、私たちがやってることっていうのは基本的には発明、発見、ディスカバリーとかインベンションと言われる個人でできる話が0から1なんですね。ですから私が見てきた最初の発見っていうのはもうほとんど個人、もう人の人しかわからないというところにあるんですけど、その後チームの力になって POC をやり、組織の力になってやると、その次々と移った最後がですね、問題ニーズを解決するようなイノベーションであるということかなと思っています。ですから、どちらからスタートしてもいいんですけれども、一応こういう流れがあって、で必ず原因のところに決まった結果があるわけではないというふうに思っています。ですからいろんな形があると思っています。次のスライドお願いします。でこれはもう皆さんご存知の通り、イノベーションは連続的化ということで、1のイノベーションから2のイノベーションが起こるときに、同じ二次元的なところでですね、苦労してやってもなかなかイノベーションが起こらないと、それは3次元的に見れば向こう側に飛ばないとイノベーションが起こらないんですよということの、絵です。次のスライドお願いします。じゃあなぜそのイノベーションが起こるのかというディスラプター、これをディスラプターというんですけども、ディスラプティブイノベーションというのはなぜ起こるのかということは、1人なら飛べるということなんですね。ですから、1人の人、あるいは非常に少ない人数の人が、ピンポンと来てですね、インスパイアされたり、インチューション、いわゆる直感が来たときにですね、その人はもう60点ぐらいでどんどん飛んでいくということで、アントレプレナーが必要であるというふうに言われています。じゃあ次のスライドお願いします。じゃあアントレプレナーシップと何かってもう基本的に誰も考えていないことを考えるということで、アイデアでもプロダクトでもビジョンでも構いません。そして、プロセスは一人で考え、決断し、実行し、結果を出すと。で結果を出すというところは日本の方はちょっと忘れがちなんですけども、成功した場合にも結果はその人に返るし、失敗した場合にもその結果をその方がまっすぐに受け止めるという姿勢なんですね。ですからこれができるようになれば怖がることはあんまり必要ないなると思います。でインベンションからイノベーションにつなぐ目を持つということももちろん必要です。
で結果として求めるものなんですけれども、今もアメリカの若い方たちは、経済的インパクトというのはワンノムゼムであるというふうに言っています。マネー is a power ですね。オールマイティではないということですね。ですから社会的インパクトですとか地球環境的インパクトですとか、最近またさらに言われているのはキュリオシティ的インパクト、要は面白いからやってみました、そして面白いことができました。これイーロン・マスクの、先ほどあたかさんもおっしゃっていたパターンですよね。ですからそういうことが、どんどん大きくなっています。次のスライドをお願いいたします。で私の今日の、ちょっとしたキーワードとして飛ぶように考え這うように証明するということかなというふうに思っていまして、で飛ぶというところにですね、人間のやっぱりワクワク感ですとか直感力ですとかインスパイアされる感じ、それが非常に大事なんですけども、これもアートですとか、発明発見、いわゆるアカデミアですとか、それから直感、理想、そういうふうなものが並びます。そして、リーダーというのもですね、今は、どこに行くかを示せる人、つまりビジョンを示せる人というふうになってきています。でじゃあここだけで終わっていいかというと、全くこれだけですと、イノベーションは起こりませんし、なおかつ、パラダイムシフトも起こりませんし、世の中も変わりませんと、リフォームしませんということでありますので、この這うように証明していくと、これは途中で変わっても私は変わらない、構わないと思っています。変わった方がいいかもしれないというぐらいなんですけども、ですからそこをですね、両方が一人の人でやる必要はありません。できる人もいます。ものすごい天才的な方はできる方もあるんですけども、この両方が分かる、そして分かり合って尊敬し合ってチームを作るということが一番大事かなと思っています。ちょっと長くなりましたけれども、ご紹介しました。ありがとうございます。創薬の世界で、一つでも大変なんですけど、二つも新薬を上司する経験をされた方というのは世界でも本当に数少ないんじゃないかと思います。実は私は2002年前に久能さんの半生を取材をさせていただいたことがありまして、先ほどお話に出たハルシオン、あと京都のトベルですねも直接伺ったんですけれども、本当にハルシオンは特にですね歴史的な邸宅を改装して作られているということで、本当に久能さんのイノベーションに必要な環境というのを具現化したような環境なんですけれども、まさに非日常であり、かつ人と人とが触れ合う、活発に議論できるっていう場でもあって、すごく感銘を受けました。先ほどキーノートでお話しいただいたあたかさん、また今日ご参加いただく梶田さんと同じように、日本や世界の未来ビジョンを語ることができるリーダーの一人だと思っています。はい、それではディスカッションの方に移らせていただきます。まずですね、あたかさんのお話の冒頭でもあった日本の研究力の衰退ですね、まさに日本が直面している問題なので、ここについて梶田さんからですね、まさに今基礎研究の現場にいらっしゃる梶田さんに今どういうことが起きているのかというところをお話しいただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。はい、わかりました。ありがとうございます。もう基本的にあたかさんが言ったことをもう一回繰り返すようになっちゃって恐縮なんですけども、ですね、やっぱりなんていうのかな、ここ20年くらい、日本がやはり研究力で世界的な相対的な力を落ちているのはもう間違いないと思います。で、やっぱり大きい問題はですね、私が思うには若い人が研究の分野に来ない、つまり大学院に特に博士課程に進学しないというのが、急激に広がってしまって、これもう完全に世界と逆行ですよね。そういうことをやるような政策を、ある意味打ってきてしまったというのが非常に大きな問題じゃないかなと思います。これも多分多くの人が認識しているので、どうにかして修正すりゃいいということなんですけど、ともかく非常に人材という面では非常に大きなことが起こってしまったと。もう早く修正しないと本当に取り返しがつかないところに来ていると思います。以上です。ありがとうございます。久能さんはアメリカに普段いらっしゃって、日本の存在感っていうのは長く見てこられて、変化というのはアメリカにいらして感じられることはありますか。
そうですね。私が最初にアメリカに行ったのは80年代なんですけども、その時はやはりかなりの、いい意味でも悪い意味でも上り坂で、アメリカにとっての脅威ということも含めてですね、日本から来たということだけでですね、大体注目されるという感じだったんですけども、96年に移ってきてから、あとはですね、どんどんある意味で、注目されないというのも変なんですけども、いい意味でも悪い意味でもなんですね。ですから比較的仲良くしている国ではあるけれども、中国の方がどうやって付き合うかが大変だとかですね、で韓国の方がある意味でアメリカの人にとって近かったり、ヨーロッパももちろん近いですしということで、日本ということを聞くことが少なくなってきているのは非常に寂しい感じはしますね。なるほど。この背景要因というところについては、タカさんのキーノートの中でもいろいろとご提示をいただいたんですけれども、また梶田さんにも今ご指摘をいただいたんですけれども、なんとなく、さっきタカさんが伝わらないっていうお話もされてたんですが、そもそも科学の進み方というかですね、科学サイエンスが何を原動力に進んでいくのか、どういう時にイノベーションを生み出すような本当に種ですね、すごい種が生まれるのかっていうことがあまり政治の世界の人、あるいは社会全体なのかもしれないですが、分かってないのかなっていう気もするんですよね。で、そこをまさにその基礎研究をしてこられた、タカさん何かコメント。いやそうなんですよ。あんまりいないんですよ。科学とかサイエンスエンジニアリングバックグラウンドの方が政治であるとかですね、あるいは行政の中心にいらっしゃらないんです。だから我々はなんかなんていうかフレームの外の生き物なんですよ。うまく言えないけどね、僕はなるべく寄り添い、なるべくだってこれみんなの未来じゃないですか。少しでもマシな未来に残したいってことは全員合意します。ね、でそこはもう異論はないわけですね。そこについてはさすがに異論はないです。そのために金をもうちょっと入れなきゃいけないとか、埋もれた女性や貧困層の才能を解き放とうとかっていうこともなんとなくそこまでは合意しますけど、だから手を打ちましょうって言ったらなんかっていうですよ。手を打つことに躊躇しちゃうんですか、それともどう手を打てばいいのかわからない。手を打つことだからさっきの例えば女性の話であったらね、分析すればほぼ明らかで大学入学時に変えるしかないんですよ、この手は。変えれば終わりなんです、これ。多分2、30年後には解決するんです、この問題は。本当のこと言うと。だからアメリカの政府はあんな風にトップレベルに女性があんないっぱいいるんです。あれやりきったからです、基本的に簡単に言うとですね。やりきればなります。なるほど。伝わらない問題。伝わらない。すみません。じゃあ女性問題なのでちょっとだけアメリカの状況。アメリカの状況は、実はもう本当にアメリカの人の特徴っていうのは気づいた時にすぐやり始めるって感じなんですね。だから気づいたら大体2年ぐらいで形になってきてるんですけど、2年とか5年。で女性の話で一番遅れていたのが実は投資家サイドに女性が全くいなかったんですね。でこれは5年前にみんなが気づいて、シリコンバレーのお金がわずか 2%、 今もそうなんですけど 3% ぐらいしか女性の起業家さんに行っていなかったんですね。で私たちのファルションも起業家の数という意味では、50-50ジェンダーバランス取れてたんですけども、お金が入らないのですぐ分かったんですけども、女性の投資家、女性の起業家にお金が入らないってことですか。そう、女性の投資家に、でアメリカで最も遅れていた、恥ずべきところと言われているんですけども、それはもう本当に5、6年前ぐらいですね、ぐらいからもう一挙に変わり始めて、最後遅れていた投資家サイド、要は選ぶ側が非常にその限られた多様性のない人で、似たような人だったら似たような人を選ぶということですよね。そうすると全く変化が起こらない。だからまずはその選ぶ側を多様にしなければならないということが、分かったわけですね、5年ぐらい前に。それでも一挙に変わって、今本当に大企業の
トップの人たちもどんどん女性が座ってきていますし、反対に投資家さんもものすごく増えてきてるんですね。だからアメリカは4年前に残念なことに、女性大統領にならなかったんですけれども、私たちが見ているとやっぱり本格的に、女性が、トップの席に座っていることがおかしくないというですね、そういう気がすごくします。ですから日本もやればできるんじゃないかなと思うんですけどね。その現状というか課題を認識してから解決策をこう打ち出してそれを実行するまでのが早いですよね。今お聞きしてると。だから知っているのにやらないっていうのはものすごい恥ずべきことなわけですよ、アメリカ人にとっては。なるほど。だから知ったらやるってことです、とにかく。だからだからビジョンを語るだけでもダメだし、do するだけでもダメなんですけど、最近ビジョナリー doer ってだから、気づいたことやれると思うことをやるというところなんですよね。だからそこがすごく早くなってるという気がします。それはその気づいた人と実行する人っていうのは別なんですか？いや同じなんです、同じなんですけど、これ全くスタートアップと一緒で、気づいた人01なんですよ。気づくということだから、今まで気づいてないから0から1に来たわけですよね。でその人が1から10まで持っていくわけですね。だから自分しかわからないというところから10人ぐらい3人ぐらいが分かって、でそのうちに10人ぐらいが分かってっていうところまではズズズズッといくわけですね。それはもう大変なやっぱり苦労だったり、ある意味で差別されたりとかあるんですけど、困難なこともあるんですけども、その気づいたことに対してのやっぱり動かないでいるっていうことの恥ずかしさみたいなのがすごくありまして、だからそれがやっぱり1から0なんだけど0から10までが早いんですよね。そうすると、早くない時もありますよ、もちろんあるんですけど、それをずっと押していくので 10になっちゃったらもう10人分かってるってことですから、そこから100っていうのはある意味ではお金とか、環境とかメディアとかそういうものがあればですね、それで今は SNS があるので、それで一挙に広げることができると。それは両方悪いことも、例えばトランプ政権で問題になってたようなことも広がってしまうんですけれども、いずれにしても、今はそういうテクノロジーのおかげで、非常に早い動きができるということは言えると思います。課題が分かったときに浸透するのも早いっていうことですね、社会に。そう、なるほど。今女性の比率が学問の世界で少ないっていうことが話題になってますけれども、梶田さんはこの点いかが思われますか？物理もすごく少ないなという印象を私学生の時にすごく体験してるんですけれども。物理少ないですね。畑中さんは東京大学の例をお示しになられましたけど、物理ということについて言うと、これはもうちょっと日本全国の問題だという気がいたします。なんでなんですかね。これは現場の先生方は皆さんもう課題として認識されてるんですか？今は。してます、もちろん。で多分やっぱりですね、日本社会という問題がと根にあるんじゃないかなと思います。一例だけですけどね、2年くらい前に沖縄に行って高校生に話をした時、質問が出て、親から女の子なんだから理系に行くんじゃないと言われたという、そういう質問、どうしたらいいんですかっていう、そういう質問を受けたんですけど、たまたまその時ちょうど世界から若い人に来てもらってた時だったんで、何言ってんだと。ここに来てた若い人は半分は女性だと。たまたまエグザクトに半分女性だったんですけど、そんなことは関係ないということを言ったんですけど、やっぱり日本社会がですね、まだ何かしらちょっとそういう今の考えに全く追いついてないんじゃないかなというふうに僕は思っています。そこら辺をしっかりと変えていく必要があるんだろうと思います。そうですね。そこはもし家庭でのそういったなんていうんですかね、家庭環境が原因だとしたら本当に悲しいことですし、そこはぜひこれからお子さんを持つ人とか、もし、今持ってらっしゃる方とか今日の参加者の方の中にもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ肝に銘じていただきたいなというふうに思います。なんかオイストさんからデータをいただいたんですけれども、ちなみにオイストの女性割合ですね、学生は 43%、
研究員は 45% が女性だそうです。すごいな。教職員全体だと本当にまさに 50% が女性だそうで、これはなかなかやっぱり日本の中でも稀有な環境かなというふうに思います。素晴らしい。はい。ちょっと僕一つアッドしていいですか。はい。なんか僕なんか絶望みたいな気分にもしオーディエンスの方になられたら嫌なんですけど、そういう方も多いかもしれない。そんなことないんです。すごい勢いで日本は変わってってます。例えばその数理データサイエンス教育を全大学生にやんないとやばいんですこれと、新しい読み書きそろばんなんです。2015年に言った時はめちゃくちゃ嫌がられました。足田さん自分が何言ってるか分かってるんですかとすごい言われましたけど、結局やることになっちゃって、今モデルカリキュラムはリテラシーレベル数理リテラシーもう一個応用基礎レベルも今パブコメ中ですけどできましたし展開されます。まずだからこれ800大学全部やりますから、ね、それとか最も僕が驚いたことはですね、この10兆円基金構想を自民党の甘利先生とか平先生とかが本当にこれは俺たちの未来のために重要なんだって本気で動いていただいて、このようなものが本当に前に進んだっていうのは衝撃的なことですよ。これも世界的にインパクトのあることで、これはね初代文部大臣の森有則さんの頃からの悲願なんですよ。誰もできなかったこと、100年以上かかったことをやり遂げたんです。だから今の自民党政権と驚くべきパワーを持ってて、本当に未来を変えつつあって、いいですか。だからこの2つだけでも僕は未来かなり明るくなったと思うんですけども、だから素晴らしい先生方、理解ある方はいらしてて本当に動いてて変わってるんで、皆さんはもっと希望を持ってほしいし、逆に言うとね、我々みたいなこのなんていうかサイエンスエンジニア側の人がもっとね病的に働きかける必要があるんですよ。その回数が十分足りてるのかを皆さんは胸に問わなきゃいけない。実はあるレベル以上の方はですね。科学者がもっと声を大にしてだからある所定のレベルを越して責任を持つ方々は信じることについては少なくとも50回は言うべき。おお、50回、相当な、僕は10兆機器は100回ぐらい言ってます。大臣101とかも相当回数だから本当に狂ったようにやって、だって先生方の偉業になるわけですよ。僕はただ騒いでるだけの人だけど、本当に真に信じるんであれば私利私欲とかじゃなくてやっぱりちゃんとやるべきですよ。なるほど。いや50回ってすごいなと思ったんですけど、というのは私記者としても同じことを何度も書きたくないなってやっぱり思ってしまうので、いや正しいことは何万回でもやんなきゃいけないです。変化が起きるまでやるべきなんです。それはさっき這うようにね、証明するという、もうすごい僕もうこの苦悩語録をちょっと貼り付けようと思って飛ぶように考え這うように証明這うように証明するってそれですよ。なるほど。自分の中だけじゃなくってちゃんと周りに広げていくっていう、みんな信じて初めて動くんで、確かにそれ正義だよねって言ったら前動くんですよ。なるほど。だからジェンダーパリティを僕は今騒いでますけど、僕は5年ぐらいで動くんじゃないかと今信じてやってます。5年くらい経つとあたかさんがそれまでに50回言うチャンスというか、いや僕以外の人も含めてですねなるほど。そうなんです。繰り返し主張するというか訴えるということが大事なんですね。そういう意味でちょっと話を戻したいんですけれども、そもそもその科学がどういうふうに進んでいくか、科学っていうのが何を原動力にして発展するのかということが、なかなか伝わってないんじゃないか、お金の使い方を決める人、あるいは社会全体、納税者の人たちに伝わってないんじゃないかっていうような意識が私自身は取材していてあるんですけれども、今日せっかくの機会ですので梶田さんにですね、そもそも科学って何を原動力に進んでいるのかというところをお話しいただきたいんですけれども。はい、いやそういうふうに言われるともう答えは私的には完全に決まっていて、知的好奇心、それ以外ないですよね。でもちろんその知的好奇心を支える社会というものがあって、その社会で科学が進むんだと思いますけども、そうすると今の日本っていうのは知的好奇心がもし科学技術予算にあまり集中できないとしたら知的好奇心が落ちちゃってるっていうことなんですかね。
例えば、今の、実際上多くの画期的な発見というのは割と若い世代が成してますけども、今の日本の若い研究者は残念ながら、いわばですね、研究労働者になってしまって、自分の好きな研究はやれない、つまり誰かに雇われていて、その人に言われたことをやらないと次の職がないという、そういう非常に辛い環境に今いるわけで、それではなかなか大きな科学的な進歩に貢献するような研究はできにくいだろうなと思います。梶田さんご自身はまさにノーベル賞につながるような研究をされた時というのは、そういった好奇心に基づく研究ができる環境があったんですか？そうですね、私は本当に、もうこれ若い人には申し訳ないくらいにありがたいことに割と早い段階でクビになることを気にしないでいい職に就いて、もう本当に基本的には若い頃、40代半ば過ぎくらいまでは研究だけをやってました。そこでお金の心配とかポストの心配とかをする必要はなかったわけですね。お金について言えば、多少チームとしては心配はしましたけど、ポストについては全く心配せずにやれましたので、それは非常に大きかったと思います。そこが今そういう環境が失われつつあるということです。相当失われましたね。はい。これね、ベース予算を削ったのが致命的だったと思います。致命的ですね。総予算がね同じでも競争系の予算にシフトしてってるんです。そういうことは基礎の給料払える部分が減ってってるんで、それって驚くべき不安定を引き起こすんですよ。そうですね。いや、おっしゃる通りだと思います。そういう基盤経費の一つが、国から大学への運営費交付金だと思うんですけれども、国立大学法人化を機にですね、2004年度から、毎年 1% ずつこの運営費交付金が、減額されていって、2015年度までに当初の1割にあたる1470億円が削られてしまったんですね。でこれは中規模の国立大学だと20校分に確かなるんだったと思います。本当にすごい額なんですけれども、実はその一方で国は選択と集中というのを進めてきたわけです。内閣府の大型研究開発プロジェクトが林立するようになっていまして、内閣府主導型の大型研究開発プロジェクトの一番最初は2009年開始のファーストが最初だったかと思うんですけれども、2014年からインパクトですね、これは16課題5年間で550億円で、 SIP これは11課題5年間で1580億円で、2018年からは第2期 SIP、 これは実は SIP の検証がないまま第2期始まってしまったんですけれども、あとプリズム、そして最近はムーンショット型を研究開発制度、通称ムーンショットがたびたびニュースにもなるのでご存知の方が多いと思います。その SIP の第1期の予算が5年間で1580億円ですから、これが先ほどの運営費交付金のちょうど10年間で削られた額と大体同じぐらいなんですけれども、そういうところを削って実は選択と集中はやってるっていう現状があるわけですが、でその内閣府のこの大型研究開発プロジェクト林立してますが、これはやはりそのイノベーションを起こしたい、産業に結びつけたい、出口志向なところもありますし、そういったイノベーションを起こすためのプロジェクトっていうふうに割と説明を受けることも多くて、そう理解している人も多いと思うんですけれども、こういったプロジェクトから本当にイノベーションって生まれるんですか？実は、あたかさんは総合科学技術イノベーション会議の専門調査会の委員でいらっしゃいますし、久能さんもアドバイザーを務めていらっしゃると思うので、そういった中の議論というのもご覧になっているのかなと思うんですけれども、実際イノベーションが生まれるプロジェクトなんでしょうか？これ私の見解ですか？はい、あたかさんの個人のご見解を伺えればなと。いやそれはあくまでなんていうか衣食足りて礼節としてるじゃないんだけど、明日食っていける心配がないという前提であればそうだと思いますが、日常ベースを削るっていうことはそれが不確定になっちゃった状態で、
それやる、もしくは首寸前みたいな状態でそれやるっていうのはもう話になんないですね。だからそこを同じか増やした上にもう一個競争的な金を乗せていかないといけないわけですよ。だって世界は狂ったような研究開発競争なんですね今ね。なぜなら歴史的な技術革新期なんで、だからさっき見せたみたいなぐらいの勢いよく増やしていってるわけですよ。ね、で日本が本当にこの大国の地位を守りたいんであれば乗るしかないんじゃないんですか。総和として増やすしかなくて、総和として増やす前提はベースを削るなんていう意味わかんないことはやめるっていうことだと思います。パフォーマンスおかしい人を削るのは全然いい。だけどベースを削るっていうのはそうじゃない、あらゆる人がただ被害を食らうっていう途方もない状態で、ちょっとね異常なことなんですよこれ世界的に見ても。そうですね、運営費交付金が減らされた影響ってとっても本当に大きくて、特に地方大学で深刻だと思うんですけれども、もう退職した教員の補充もできないとか、あと老朽化した建物の補修もできないとか、そうですよ。上下水道の排水管その通りです。とかも交換期限がもう来てるのに変えられないままずっと使ってるとかですね。だって文京区の漏水のほとんどは東大だって言われてますよ。これはかなり結構有名な話ですけど。そうなんです。多分ね京都市もねおそらく京都大学ですよ。いやもう健康にも関わりますよね。研究どころか健康にもそうだしなんつうのかなちょっと良くなくないですか。いや本当良くないと思います。はい。あとフィールドワークが必要な研究なのにお金がないので行けないとかですね。そうです。そういう話はざらに行くとしても自腹で行くとかですね。そういった話もよく聞きます。なんかとあるすごい日本のやばいっていうか優れた大学生と大学院生を10人だか20人集めてきて金を入れるという人たちのメンターリング合宿みたいなやつに1回行ったことあるんですけど、だからすごい面白い人たちなので、そこにいたある女子学生は大学院生でしたけど、なんか研究したいこと死ぬほどあるけど金がなくてできないから3分の2はバイトしてるとか言ってました。貴重な時間の3分の2をつかね、若い時ってもう二度と来ないわけだから、彼女の才能と情熱は今消えてってんですよ。衝撃じゃないですか。10年後にお金を出しても遅いわけですよね。遅い。今やるしかない時にちゃんと突っ込まれず生活が成り立たない院生、しかも相当優秀な院生っていうのは何ということです。なるほど。ちょっと久能さんにもお聞きしたいんですけど、先ほどの質問になっちゃうんですけれども、国が進めている選択と集中っていうのは、大型研究開発プロジェクトですね。選択と集中はさっき私が出した100から1000とかですね、10から100もっと後ろなんですよね。だから選択と集中っていうのが必要な時あるんですけども、それはもう国ではなくって、基本的にはプライベートセクターの役割と、あるいはそのスタートアップが大きくなってやることの役割であって、いわゆる国がやることではないというふうに思ってますね。国はやっぱりアーリーステージの人たちを安全に一人で考える安全な場所っていうのが一番エコシステムとしては大事って言われてるんですね。イノベーションを生むための。ですから一人で考える大事な安全な場所で、焦らせない、慌てさせない、煽らないということなんですね。ですからそこがもともとはリサーチインスティチュート、リサーチユニバーシティのエコシステムとして一番大事なところだったので、国はそこをやっぱりきっちりとやりきると。でもう一つは国のなんていうかファイナルのアウトカムというかね、ゴールは決してその産業だけではないわけですよね。で何が大事かっていうと、やっぱり日本をやっぱり代表するような人なんですよね。ですからいろんな意味で私たちがそのインキュベーターするときに何が大事かっていうと、プロジェクトの成功っていうのも大事ではあるんだけども、一番、まだ他にあるというのは個人の成長、個人の成功なんですね。そしてプロジェクトの成功、プロジェクトの成長、そして、同じぐらいにその社会の成長、社会の成功なんですね。
ですからこの3つが常に、一緒に動いていくということですので、国はそんなにものすごい大きなお金じゃなくっても、そのアーリーステージであるし、人を育てるんだっていうことに気づいて、くださればですね、きっともう昔のような日本の、良きですね、大学あるいは、そういうエコシステムができてくるなと思っています。そして私はオイストの評議員も実は去年からさせていただいてるんですけれども、オイストっていうのは実はそういう場所でもあるんですよね。でなおかつ男女比が一緒というですね、もう素晴らしいで、予算ものすごく使ってるように言われるんですけど、実は200億円ちょっとぐらいなんですよ。これって4兆円使ってる日本の科学技術費から考えたらですね、大したことないんじゃないかなと私はいつも思ってしまうんですね。これだけ、グローバルハブとしての役割ですから、オイストの話ちょっとあれになりますけど、要はグローバリゼーションとナショナルステートですよね。ネーションステートといういわゆる国家ですよね。国家とそれから民主主義あるいはフリーダムっていうものは、その3つを3つともなんか成り立たせるのは極めて難しいというふうに、トリレンマって言われてるんですけども、それにトライしている、数少ない場所かな。それで多分日本から見ると、国家ですね、いわゆるネーションステートとしての、プレゼンスがないんじゃないかというふうに見えてしまうんだと思うんですよ。ですからどちらかというと国が、消える場合はシリコンバレーがずっとやっていたシリコンバレーと世界なんですね。アメリカのことなんか誰も考えてなかったんですよ、本当3年ぐらい前まで。それが一挙にですね、このままだと中国にブレインドレインしちゃうっていうことになって、やっぱりアメリカ守ろうよっていう話になって、一挙に今もうワシントンとシリコンバレーはもうほぼですねヒル中バレーみたいな感じにくっついたわけですよ。ですからそういうことなんですよね。ですから難しいテーマなんですけれども、私はイノベーションは基本的にフリーダムがないとダメだと思います。ですから中国やロシアがいいって言ってもですね、それはやっぱり、2番煎じであったり、そういう人を連れてきて、やってもらうということであって、本当の意味のイノベーションというのはやはりあくまでも、個人のフリーダムの中、先生梶田さんおっしゃったキュリオシティですよね。人間が人間であることの根本的な条件なわけですよね。それがクリエイティビティだし、イノベーションにつながるというふうに、思いますね。なるほど。梶田さん、今のお二人の話を伺っていかがでしょうか。まさにキュリオシティドリブンの研究を続けてこられたわけですけれども、私はイノベーションについてどうこう言えるような知識はないので、言いませんけども、やっぱり少なくとも大学などで行う研究についてはやっぱり個々の、教員大学院生すべて含めて研究者の、キュリオシティドリブンな研究ができるような環境を保障していくということがすごく大切、日本国にとってすごく大切じゃないかと思います。やはり久能さんの話もそうですけれども、トップダウンだとそういう研究はできないっていうことですよね。ボトムアップの個人個人の研究者の方の自由な発想であるとか知的好奇心が、基本的に自分が最後に決めれるっていう立場ですね。ですからさっきちょっと言ってた自分で考えて自分で決めて自分でやるという、PI ですよね。いわゆる自分が最後、これスタートアップも一緒なんですけど、スタートアップのファウンダーの人が誰かに教えてくださいってことは絶対ないわけ、実際にはないわけですよね。もしも誰か先生がいてその人が教えてくれるんだったら、その先生がファウンダーなわけですよね。だからファウンダーっていうのは常に最後の決断を下す人なんです。ですからそこのところはいかに早く、遅くても30までにはですね、そういう経験が1回はできる、30代まで入れたら3回ぐらいできるっていうような仕組みがやっぱり、インベンションも生むしイノベーションも生むって、でその時にもう一つ大事なことは、それをパブリックがどう応援するか、
つまりお金を出す側なんですね、お金を出す側がどうやってその人たちとシンパシーを持ったり、共感したりエンパシーを持ったりできるかということなので、反対に言うと、やっている研究者の人たちも、政府に向かうんじゃなくてやっぱりお金を出している人たちに向かってもなんていうの堂々と語れるし、この夢を語れるし、でうまくいったことに関してはこんなにすごいことができましたって言えるというやっぱりコミュニケーターとしての力をやっぱり持っていくっていうことはこれからはやっぱり必要じゃないかなと思います。なるほど。梶田さんはノーベル賞を取られた時に今のお話を受けてなんですけれども、やはりいろんな方に一般の方に向けてもたくさんこのニュートリノ研究の醍醐味ですとか意義ですとかそういったところをお話しされる機会が多かったと思うんですけれども、そういった時に一般の方の反応ってどうでしたか？いやでもそれは聞きに来てくれる人は興味を持っているので、ちゃんと聞いてもらってると思います。はい、打ち合わせの時にニュートリノ研究が今役に立っている分野はない、実際に実社会で役に立っているところはないっておっしゃってたんですけれども、その実社会に役に立つ立たないっていうのは一般の人に科学者の言葉が届かないとリンクしてるんでしょうか？どうですか実際？それはやっぱりある一定数はやっぱり関係あると思いますね。今の一つ前の質問で講演会等でそういう話をしたときにその話が届くかということを質問されましたけど、確かにおっしゃる通り、私としてはですね、こういう基礎科学研究っていうのは必ずしもそれが実社会にすぐに役に立たなくても重要だということを言いたいんですけども、やっぱりある程度一定数はそれが何が役に立つんですかという質問をしてきます。そういう意味でやっぱり私としてはもうちょっと広く基礎的な研究の大きい意味というものもいろんな人に知っていてほしいと思います。はい、ありがとうございます。なんと時間がそろそろ迫ってきているのですが最後のクエスチョンをさせていただきたいと思います。今日いろいろな現状だけではなくてその背景要因ということも安高さんのお話またパネルディスカッションの中で浮かび上がってきたかと思うんですけれども日米の覇権争いがますます激しくなっていく中でまた日本の相対的な存在感が薄れてきた中ででもこれから日本が目指していくべき新科学立国というのはどうあるべきなのか、そのビジョンまたもしくはそこに至るまでの、解決策というか道筋ですねというところで皆様にご提言をいただければと思うんですけれども、ではすごいな。まず、じゃ梶田さんからお願いしてよろしいでしょうか。わかりました。そうですね。多分大きいくくりで言うと、やっぱり人への投資ということをやっぱりもうちょっと真剣に日本は考えていかないといけないんじゃないかと思います。先ほど博士課程の学生が激減しているということも言いましたけど、実を言うと修士課程の学生数も人口あたりでいうと日本は先進国最低レベルです。つまり高等教育も日本はやってない国になってるし、あるいはかつ今度は初等中等教育になると自分が社会を変えられると思っている人の割合も先進国最低レベルという、そういうことになっていて、そういうことからですね、きちんと人を育てていくということをしっかりとやっていくことが今後すごく重要じゃないかというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。やはり科学の担い手は人であると、人を育てていくことが一番重要であるということですね。はい、では次に久能さんお願いしてよろしいでしょうか。はい、じゃあ先ほど使わなかったスライド2枚、使ってもいいでしょうか。7枚目、8枚目なんですけど。はい、21世紀のビジョナリーリーダーということでですね、
誰も知らない世界、何が起こるかわからない未来ということをですね、本格的に考えなくてはいけないだろうなと思っておりまして、いわゆる、人新世、人新世と言われるアンソロポスンっていうんですけれども、地球が大きく変わろうとしていると。で、地球の方は人間のことはあんまり考えてないと思うんですけど、人間の方はちょっと考えないといけないという時に、一番わからないことに寛容である。これは大人も子供も、子供っていうか、高校生以上ぐらいの人ですよね。皆さん寛容になる必要があります。で、想定外の事態に迅速に勇敢に対応すると。ですから先ほど言ったみたいに、発明があったら必ず最後の出口があるっていうふうに思わずに、途中でもその、なんて言うんでしょうか、その外部環境が変わるんだということを頭に入れて、迅速で勇敢に出口を変えたり、ゴールを変えたりすることすら必要になってくるでしょうと。それから先ほどちょっと言いかけましたけど、分からないということはもう、エクスポネンシャルに増えているいろんなものが、データももちろんそうなんですけれども、つまり、10年前に偉い先生だった人は今全く役に立たないかもしれない、私はそうですけど、ということを考えると、要は私と今高校3年生ぐらいの人は全く同じよりもっとポテンシャルとしては向こうの方がいいわけですから、教えてくれる人はいないと、ある意味で覚悟をするということかなと。そしてビジョナリー・ドゥアーというのはビジョンも持つけどドゥもできるということで、なぜそういうふうに思うかと言いますと、分からない世界ですから、何か向こうから、予期しないことがやってきたときにビジョナリーだけでは対処できないんですね。ですからドゥもしている人たちが一緒にいるということで、先ほどの01110 1から100にするっていうようなことをですね、考えていきたいなと思います。それから2番目、最後なんですけど、これも試験なんですけど、大体30年ぐらいで世の中変わるんですけど、今ちょうど変わり目に大きく来ているような気がしまして、これまでの30年というのは欧米型、競争型世界、男性支配型なんですね。で、グローバル資本主義で、非常に大きなグローバライゼーションが起こったんですけれども、情報革命が起こりですね、でガーファムができたと。でこれからの30年もアメリカ変わりかけています。ですから私、日本の方にはアメリカを決して追いかけないでくださいと。アメリカに追いついた時にはアメリカはもう違うところに行ってるかもしれないっていうぐらいに思ってくださいと。5年ってものすごく大きいんですね、アメリカにとっての。ですから、私が思いますフィランソロピーっていうのは、要はフィルは哲学のフィロソフィーのフィルと一緒で愛ですよね。愛するという。でフィランソロピックはアンソロピックですので、人を愛する気持ちということで、アジア・アフリカ的な台頭があるし、女性の台頭があるしということで、真ん中に情報革命の次、価値の革命というのが来るだろうというふうに予測をしていまして、そこにですね、日本のやっぱり独自の、哲学ですとか、共感力ですとか、そういうものですよね。平和を愛する気持ちとか人を愛する気持ちっていうようなところをですね生かして、新しい、世界のビジョンを日本から発していくと。そこに科学がついてくるって、一緒にやっていくっていうのがいいんじゃないかなというふうに思っています。以上です。ありがとうございます。本当にグローバルな視点から地球の未来を見据えたところからのご提言をいただきました。はい、では最後にあたかさんお願いしてよろしいでしょうか。はい。いや冒頭結構言っちゃったんであれですけど、ただ僕としてはですね、僕はまだ何十年か生きてるはずなんで死ぬ時にはやっぱこの国はヒーローを生み出す国であってほしいと思いますし、日本を見たら世界が見えると、世界じゃなくて未来が見えるという場所になれば、人口では大した中国とかインドに比べて大した国じゃないですけど、十分に素晴らしい残すに値する地域というか国家になると思ってます。で、一つ重大な話として認識しなきゃいけないのは、今久野先生の話ありましたけど、人類はマクロ的に見たらサバイバル局面にあるっていうことです。正直ベース100年後人類の今の人口を維持するのはおそらく無理。10分の1ぐらいに1人当たりの環境負荷を下げるか、人口10分の1削るしかないみたいなのが今向かっている未来なんです。本当のことを言うと、それを直視すればですね、もうそれを突き抜ける力はサイエンスとエンジニアリング以外にはない。これはもう明らかです。
だって心についての理解2500年前にピークに達しちゃったんで、孔子とかブッダの時代にですね、あの頃とあんま変わんないわけですよ実は。だけどそっちじゃないところが人類を推し進めてきて、そこの部分に対する重大性っていうのはこれ以上ないほど今上がってるっていうことをやっぱりみんなでよく分かって、それがないとですねイノベーションもへったくれもないということで、そこに対サイエンスやエンジニアリングに対する愛をちゃんと育むということと、あとサイエンティストやエンジニアっていうのは先進国になるためのお飾りじゃないんです。本当に必要なんです。我々が世界の主要国として世界での期待されるパフォーマンスを出し、期待に応えるために。だって僕らが世の中を支えられないんだったら他の貧しい国はどうするんですか。彼らに希望を持たせる未来に作るために僕らが頑張らなきゃいけない。我々っていうかこういう豊かな国っていうのはある種の聖なる義務があってですね、それを引き起こすところはやっぱサイエンスエンジニアリングの札束じゃないんですよ。実際には最後に札束がくっついてくる、久野先生のところのやられたことみたいに。でもそのベースのところはそこだっていうことをやっぱりしっかりみんなで認識をしていくということ。あと最後はやっぱり今いろんな分野が一気にアップデートされてるんで、単一分野のプロを育てるんじゃなくて掛け算的な素養、分断からの脱却的なやつっていうのをやれるといいんじゃないかなと思います。そこにちゃんとしたリソースを張る。ありがとうございます。最後に、科学と科学技術の重要性、地球の未来にとっての重要性というところも含めてご提言をいただきました。本当にあっという間に時間が過ぎてしまったんですけれども、今日は本当に豪華な顔ぶれの皆様に貴重なお話をたくさん伺うことができました。大変名残惜しいんですが、以上をもちましてパネルディスカッションを終了とさせていただきます。改めましてパネリストの皆様、どうもありがとうございました。貴重な機会ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。オイストフォーラム2021、明日の Day2 では12時よりサイエンス×ビジネス、科学技術立国の鍵になるビジネスの作り方なるのかをテーマに、3月4日 Day3 では同じく12時よりサイエンス×サステナブルフューチャー SDGs をアップデートせよ、 DP イシューは科学技術が解決するをテーマにお送りいたします。ぜひ引き続きご参加いただければと思います。最後となりますが、ご参加いただいた皆様にアンケートのご協力をお願いいたします。今後の参考にご意見をお聞かせいただけますと幸いです。また、イベントの終了後、本テーマに即したオイストの動画を5分程度流しております。お時間のある方はお楽しみください。本日はオイストフォーラム2021 Day1 サイエンス×ワールド、ご視聴いただきどうもありがとうございました。明日もどうぞよろしくお願いいたします。